界の皆さん、これからの季節必要な日焼け止め、実はそれ、猫にとって毒かもしれません。今回、私が猫界でも安心して使える日焼け止めはあるのか調べてきたので、良ければ買う時の参考にしてくださいね。このチャンネルでは、うちの猫、ゆずりはを健康に30歳以上生きてもらうためのプロジェクトの一環で、ゆずりはの日常動画だけじゃなく、猫の健康や医療に関わる私が調査した内容を発信しています。皆さんは日焼け止め何を使っていますか？夏が近くなり、徐々に肌を見せるシーンも増えていきますね。顔や首、手足や腕にも日焼け止めを塗りたいシーンが多くなっていくかと思います。そんな中で私が疑問視したのが、日焼け止めにも猫に有害な物質が含まれているのではということでした。日焼け止めを伸ばした後の手のひら、皆さんは猫を触る前に拭ったり手を洗ったりしていますか？それとも日焼け止めを塗った後は猫に触らないようにしていますか？私は自信を持ってそれをやっているとは言い切れません。私が今まで使ってきた日焼け止めはこちらです。調べたところ、これらには猫の肝臓に良くない成分エタノールなどが含まれていました。うちのゆずりはは首に吸い付く癖があります。もちろん私は首にも日焼け止めを使っていますが、ゆずりはが首に吸い付きたい仕草を見せたら、首を化粧落としシートで拭いて、さらに水で浸したティッシュなどでその化粧落とし成分を拭ってから迎え撃つとやっていましたが、私も面倒くさがりなので、この工程をもう少し簡略化したいという動機もあって調査したんです。まずは私のおすすめの商品を紹介する前に、猫に毒になる成分が何なのかを見ておきましょう。私が見た製品の多くに含まれていた猫に毒となる具体的な成分です。サリチル酸、エチルヘキシルなどで、サリチル酸中毒、アスピリン中毒とも言いますが、貧血、胃潰瘍、呼吸困難が起きる可能性があります。少量でも症状が出る恐れがあり、気をつけた方がいい成分です。プロピレングリコール PG とも記載されていたりします。タイツ小体性貧血を引き起こす可能性があります。猫の血液の赤血球にダメージを与え壊してしまう性質があり、貧血、血尿、呼吸が速くなるなどの症状が出てくる可能性があります。酸化亜鉛、猫が舐めると胃粘膜を激しく刺激し、激しい嘔吐、下痢、食欲不振などを起こす可能性があります。精油、エッセンシャルオイル、ラベンダー、レモングラス、ゼラニウムなどが成分として主に見られました。肝不全、神経障害としてよだれ、ふらつき、元気がなくなる、嘔吐などを引き起こす可能性があります。エタノール、アルコール、急性アルコール中毒としてふらつき、体温低下、昏睡症状などが現れます。フェノキシエタノール、肝臓、腎臓への累積的なダメージが懸念され、目に見える急激な変化は少ないですが、毛づくろいで毎日摂取すると内臓に負担がかかっていきます。他にも安息抗酸などいくつか多量に摂取すると猫に悪い成分なども見られました。これらの成分については ISFM、ISPCA、AAFCO などのガイドラインやデータなどを元にしています。お待たせしました。私のおすすめする日焼け止め製品のご紹介です。一つ目は、近所のドラッグストアでも見つけられる製品です。ユースキンシソラ UV ミルク SPF は38で PA3 プラスの製品です。原材料はこちらです。先ほど紹介したどの有害物質も使われていませんし、使用されている防腐剤が銀イオンで猫にも安全とされている成分です。二つ目はこちらです。ファンケルベビーサンガード SPF は25で PA は2プラスの製品になります。原材料はこちらです。酸化亜鉛、精油、プロピレングリコール、フェノキシエタノールが全て入っていないという製品ですね。この製品は私はドラッグストアでは見つけられませんでしたが、Amazon などの EC サイトなら購入が可能だと思います。もしかするとパンケル製品の棚があって赤ちゃん製品が充実しているドラストなら置いてあるのかもしれないんですが、私の家の近所はどこにもありませんでした。現在私はユースキンのシソラ UV を使用しています。ユースキンはハンドクリームは基本的に猫界では使えない製品なので、最初目に入れてなかったのですが、日焼け止めは猫界にも使える製品だったのでちょっと驚きました。独特な香りがするんじゃないかと思っていたんです。実際手に取ってみるとそんなことはなく、猫に安全な製品でした。飼い主を舐める癖がない子であれば、直接触れない箇所に塗る分にはどんな製品を利用しても問題ないと思います。でも例えば飼い主が猫の背中や頭を撫でた後、そこを顔を洗ったり毛づくろいで
で舐めたりなどを必ずしもしないとは限りません。少しでも触れる可能性がある場所に塗るのなら、少しでも猫に安全なものを使用できたら嬉しいですよね。ただ、私の考えた課題としては、今回おすすめする日焼け止めは最大でも SPF38 と真夏の日差しに耐えるには衣とない数値のものでした。そして SPF50 の効果が高いものは猫に毒となる成分が含まれているものばかりでした。というわけで、成分と効果のバランスを考えると、現時点での私の正解は猫に優しいリュスキンを使用しながら日傘の二刀流という結論になりました。とはいえ舐めさせていいものではないので、帰ってからの首拭きは続けるんですが、油断していると帰ってからすぐ譲り葉が首に吸い付こうとしてくることがあるので、害のない成分で構成された製品を使っているというだけで安心感が違います。もちろん世の中にはもっとたくさんの製品があります。この製品はどうなのというものや、皆さんが愛用している猫に優しい製品があれば、ぜひコメント欄で教えてください。情報交換してみんなで猫の安全を守っていけたら嬉しいです。譲り葉に30歳まで元気に生きてもらうには、こうした日々の小さな選択の積み重ねが大事だと思っています。これからも私が調べて分かった猫の健康を守る知恵をシェアしていきますので、譲り葉の成長と一緒に見守ってくださる方はチャンネル登録、高評価、コメントなどで応援していただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。